第1章、アマテラス粒子というとんでもない宇宙船。皆さん、突然ですが、アマテラス粒子という宇宙船をご存知でしょうか。名前だけ聞くと神話やファンタジーのように聞こえるかもしれません。しかしこれは実際に観測された観測史上最大級のエネルギーを持つ宇宙船です。そのエネルギーは244エクサ電子ボルトと言われても正直全くピンときませんよね。少しわかりやすく言うと、目に見えないほど小さなたった一つの粒子が野球ボールを思い切り投げた時に近いほどの運動エネルギーを持っていた、そういう異常なレベルです。たった一粒でです。普通粒子と聞くと小さくて軽くてほとんど何の力もないように感じると思います。しかし宇宙にはたった一粒で私たちの常識を超えるエネルギーを持ったものが飛んでいる。それがアマテラス粒子です。しかもこのアマテラス粒子は過去に観測されたオーマイゴッド粒子と呼ばれる超高エネルギー宇宙船に次ぐ観測史上最大級の粒子だとされています。つまりこれは単なる珍しい宇宙ニュースではありません。宇宙そのものが私たちの知らない方法で粒子をとんでもないエネルギーまで加速している、その証拠のような存在なのです。この粒子は2021年5月、アメリカユタ州にある巨大な宇宙船観測施設テレスコープアレイ実験によって検出されました。最初は研究者自身も何かの間違いではないかと疑ったほど信じがたいエネルギーだったと言われています。しかし観測データを詳しく調べた結果、非常に信頼性の高い検出だと考えられました。そしてさらに不思議なのはこの粒子が飛んできた方向です。普通これほど高いエネルギーを持つ宇宙船であれば宇宙の磁場によって大きく曲げられにくく、ある程度は飛んできた方向をたどれるはずです。ところがアマテラス粒子の到来方向を見ても超巨大ブラックホールや活動銀河核のような明らかな発生源候補が見つかっていません。つまり今の観測ではここから来たと説明できる有力な天体が見当たらないのです。まるで宇宙の空白地帯から飛んできたように見える。ではこの粒子はどこで生まれたのでしょうか。何によってここまで加速されたのでしょうか。それとも私たちは宇宙の磁場や物理法則についてまだ何か大きなことを見落としているのでしょうか。アマテラス粒子はたった一粒の粒子でありながら現代の宇宙物理に大きな謎を突きつけています。ではここで一度根本に戻りましょう。そもそも宇宙船とは何なのでしょうか。第2章、そもそも宇宙船とは何か。宇宙船とは宇宙空間から地球へ高速で飛んでくる高エネルギーの粒子のことです。主な正体は陽子や原子核などの微粒子です。つまり宇宙船とは光の線というより宇宙から飛んでくるものすごく速い粒子の流れです。そしてこの粒子は放射線の一種でもあります。放射線と聞くと少し怖く感じるかもしれません。しかし実は私たちは毎日宇宙船に関係する粒子を浴びながら生活しています。今ご自分の手のひらを見てみてください。実はその手のひらにも宇宙船が地球の大気にぶつかって生まれたミューオンなどの粒子が通過しています。大まかに言えば手のひらほどの面積には1秒に1個ほどの粒子が通過していると考えることもできます。私たちは気づかないだけで宇宙から来た粒子の雨の中にいるのです。ではなぜ私たちは普通に生活できているのでしょうか。それは地球に大気と磁場という巨大なバリアがあるからです。宇宙から飛んできた高エネルギー粒子は地球の大気にぶつかります。するとその粒子はそのまま地上に突き刺さるのではなく、大気中で別の粒子に変わりエネルギーを分散させながら粒子のシャワーを作ります。この大気の厚みが宇宙船の危険を大きく和らげてくれているのです。地球上では私たちはこのバリアに守られています。だから日常生活の中で宇宙船を意識することはほとんどありません。しかしここで重要なのは地球の外に出た瞬間話が大きく変わるということです。第3章、地球の外では宇宙船は現実の脅威になる。宇宙船は地球上ではあまり意識されません。しかし高度が上がるほど大気の守りは薄くなります。例えば飛行機に乗ると地上よりも宇宙船由来の放射線を受けやすくなります。また人工衛星や宇宙機の電子機器では宇宙船が半導体のエラーを引き起こすこともあります。つまり宇宙船は遠い宇宙の話ではなく現代の通信、衛星、航空、宇宙開発に関係する非常に現実的な問題なのです。そして月や火星では
さらに深刻になります。月には地球のような熱い大気がありません。地球のように強力な全球磁場もありません。火星にも大気はありますが、地球よりはるかに薄く、地球のような強い磁場のバリアもありません。つまり月面や火星表面では宇宙船や太陽から飛んでくる高エネルギー粒子を地球ほど防ぐことができないのです。人類は月へ行きました。しかしここで忘れてはいけないのは、人類は宇宙船を完全に克服して月へ行ったわけではないということです。月へ行くということは地球の守りの外へ出るということです。そこでは太陽フレアや太陽粒子イベント、そして銀河宇宙船が宇宙飛行士にとって現実の脅威になります。もし月へ向かう途中、あるいは月面で活動している最中に非常に強い太陽粒子イベントが直撃したらどうなるのか。これは単なる SF ではありません。高い線量の放射線を短時間で浴びれば吐き気、嘔吐、強い疲労感、骨髄へのダメージ、免疫力の低下などを伴う深刻な急性放射線障害につながる可能性があります。つまり宇宙開発において本当に怖いのはロケットの打ち上げだけではありません。見えない放射線から人間の体をどう守るのか。ここを越えなければ人類が長く宇宙で活動することはできないのです。第4章、アポロ計画にあった太陽嵐のニアミス。実は歴史的なニアミスがありました。1972年8月、アポロ計画の真っ只中です。アポロ16号が地球へ帰還し、アポロ17号が打ち上げられる前のまさにその空白期間に大規模な太陽嵐が発生しました。もしこの時宇宙飛行士が月へ向かっていたら、もし月面で船外活動をしていたら、もし月の周回軌道にいたら、高いレベルの放射線を浴びていた可能性があります。ここで重要なのはアポロ計画が偉大ではなかったという話ではありません。むしろ逆です。あの時代に人類が月へ到達したことは今見ても信じがたいほどの偉業です。しかし同時に人類は宇宙のリスクを全て完全に制御していたわけではありません。ある意味で太陽の起源が大きく荒れなかったタイミングをすり抜けて人類は月へ行ったとも言えるのです。ここに宇宙開発の本当の怖さがあります。地球にいると太陽はただ明るく暖かい存在に見えます。しかし宇宙空間では太陽は時に巨大な粒子の嵐を放つ存在でもあります。月に行く、火星に行く、宇宙に住む、それはロマンだけではありません。地球の守りから外れ宇宙そのものの環境と向き合うということなのです。第5章、火星移住の本当の壁。では未来の火星有人探査や火星移住はどうでしょうか。よく冗談のように地球が危なくなったらお金持ちは火星へ逃げるという話があります。しかしこれは簡単な話ではありません。地球を離れた瞬間、人間は地球という巨大な防護服を脱ぐことになります。大気、磁場、水、土、雲、空、私たちが当たり前だと思っているものは実は全て生命を守る巨大なシールドだったのです。火星へ行くにはまず長い宇宙空間を移動しなければなりません。その間宇宙船は地球の大気と磁場の守りから離れ、宇宙船や太陽粒子イベントにさらされます。そして火星に着いた後も問題は続きます。火星の表面は地球のように安全ではありません。大気は薄く磁場の守りも弱い。長期間その環境で生活するなら宇宙船への対策は絶対に必要になります。ではどうやって身を守るのか。考えられる方法はいくつかあります。宇宙船の中に水や物資を集めた放射線シェルターを作る。居住施設を厚い素材で覆う。月や火星では地下に基地を作る。あるいは溶岩チューブのような自然の地下空間を利用する。太陽活動を常に監視し、危険な太陽粒子イベントが来る前に安全な場所へ退避する。未来の宇宙開発ではロケットの性能だけでなく宇宙船をどう防ぐかが人類の生存条件になります。つまり火星移住とは単に火星へ行く話ではありません。宇宙船の雨の中で人間の体を何年も守れるのか。そこに本当の壁があります。第6章、宇宙船は破壊と進化の二面性を持つ。ここまで聞くと宇宙船はただ生命を脅かす危険なものに思えるかもしれません。実際宇宙船は DNA を傷つける可能性があります。 DNA が損傷すれば細胞にダメージが起きる。修復がうまくいかなければがんなどのリスクにもつながる。宇宙船は生命にとって危険です。しかしここで少し見方を変えてみましょう。 DNA の変化は長い時間で見れば
進化の材料にもなります。生命の歴史とは DNA が複製され、時にエラーが起き、その中の一部が環境に適応し、世代を超えて受け継がれてきた歴史でもあります。もちろん全ての DNA 損傷が進化につながるわけではありません。多くの損傷は修復されます。あるいは細胞にとって不利になります。そして体の細胞に起きた変化は基本的には次の世代には受け継がれません。進化という意味で重要なのは、精子や卵子といった生殖細胞に変化が起き、それが次の世代へ受け継がれた場合です。つまり宇宙船が生命進化の全てを作ったわけではありません。しかし宇宙船は突然変異を生む環境要因の一つとして生命の長い歴史に関わっていた可能性があります。ここに宇宙船の不思議な二面性があります。宇宙船は生命を傷つける、しかし生命の変化を生むノイズにもなり得る破壊の粒子なのか、それとも進化に必要な揺らぎなのか。私たちの DNA には太古の昔から降り注いだ宇宙の粒子と気の遠くなるような回数のエラー修復、そして生き残るための書き換えの歴史が刻み込まれているのかもしれません。不思議ですね。宇宙から降ってくる見えない粒子が生命を脅かしながら、同時に生命の多様性にも関わっていたかもしれない。そう考えると宇宙船は単なる危険物ではありません。生命と宇宙をつなぐ見えない接点のようにも見えてきます。第7章、未知なる宇宙と見えない仕組み。宇宙を知れば知るほど私たちはまだ何も知らないのだと気づかされます。アマテラス粒子もそうです。たった一粒の粒子が244エクサ電子ボルトという異常なエネルギーを持って地球に飛来した。しかしその発生源はまだ分かっていません。どこで生まれたのか、何によって加速されたのか、なぜ明らかな発生源が見つからないのか。そこには未知の天体現象があるのかもしれません。あるいは私たちがまだ理解していない宇宙磁場の構造があるのかもしれません。もっと踏み込めば、現在の物理法則だけでは説明しきれない何かがそこに隠れているのかもしれません。もちろんここから先は断定ではありません。あくまで一つの見方です。しかし宇宙船は星の視野爆発、銀河の活動、太陽の変動、そして生命の DNA にまで関わる可能性を持っています。星が生まれ、星が死に、物質が宇宙へ散り、新しい星や惑星が生まれ、そのどこかで生命が生まれる。そして宇宙から降る粒子がその生命の設計図に小さなノイズを与える。もし宇宙が星の誕生とし、物質の循環、生命の変化までを含む巨大なシステムだとしたら、宇宙船もまたその仕組みの外側にあるものではなく、内側に組み込まれた見えない流れの一部なのかもしれません。古代の人々は星の巡りに意味を見ようとしました。現代の私たちは宇宙船、重力、磁場、粒子、DNA という形で宇宙の巡りを観測しています。表現は違っても人間はずっと空の奥にある見えない仕組みを見ようとしてきたのかもしれません。アマテラス粒子はたった一粒の粒子です。しかしその一粒は私たちに問いかけています。宇宙にはまだ私たちが知らない加速装置があるのか、まだ見えていない天体現象があるのか、それとも物理法則そのものにまだ続きがあるのか。そして生命は宇宙から降る見えない粒子の雨の中で少しずつ書き換えられてきたのか。宇宙船とは破壊の粒子なのか、それとも進化のノイズなのか。その答えはまだ分かっていません。ただ一つ言えるのは、私たちの頭上に広がる宇宙はただ遠くにあるだけではないということです。宇宙は今も見えない粒子となって地球に降り注いでいます。そしてその粒子は私たちの体を、文明を、宇宙開発を、そして生命の歴史そのものを静かに揺らし続けているのかもしれません。皆さんはこの見えない弾丸についてどう思われましたか。宇宙船は生命にとってただの脅威なのか、それとも進化に関わる見えないノイズだったのか。ぜひコメント欄で皆さんの考察を聞かせてください。この動画が少しでも面白いと思った方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。